そういう人生を送れるかどうかが人間の人生のやっぱりその価値というかね、そういうふうに言える人生だったら素晴らしいものだと思うんだけど、我々念仏者はね、そんなのね全く関係ない。はっきり言ってその自分の人生の出来栄えなんかねどうでもいいんだよ。どうでもいい。そんなことは、そんなの結局自分の煩悩とか自分の執着心をいかに満たしたかというだけのそういう話であってさ、そういうことじゃないんだよね。本当に人生で大事なことというのは何かと言ったらね、ラガマフィン念仏者東の多摩伊豆山の大事な話。はい、どうもラガマフィン念仏者の東の多摩ですね。今日は、私が住んでるこのテキサス州オースティンでね、このブルワリーですわね。ここはね、いろんなねビールがこうある。ここはね僕の行きつけのブラスターブ、同僚と飲んでますよね。ちょっといろいろねそういう話をねちょっとこう取っていきたいなと。はい、乾杯。イエスイエス。そういう話をね、していけたらなと思いますのでね、ちょっと盛り上がっていきましょうよ。何の話でしたっけ今日は。主にそういえば東野さんは最近ちょっとなんか思うところがあると、そういうのを思うところね。思うところはね思うところはたくさんありますよ。たくさんあります。やっぱりね我々ね、今ねこう言うても雇われ人というかさ、会社員という立場で仕事してこう会社に派遣されてこう今アメリカという異国の地に来て働いてるわけですけども、僕はアメリカに来ていろんな人のいろんな生き方、生き様ね、ライフスタイルね、そういうものを見せてもらって、なんというか日本で私が考えてたね会社員でそういう生き方、例えばよくある話だと結婚適齢期に結婚しで、子供が生まれ、マイホームを買ってで子供を育てで子供が、成人し、また子供も結婚して孫を持つですね。でそして自分も老いて老後豊かに蓄えもあって、安定した老後を送る。そして死んでいくと、そういうのがさ、なんというかデフォルトのような価値観のように思われてるんだけど、なんというか別にそれは一つのただ一つのあり方で、全くそのスタンダードでもないし、人間の一人の人生というものはね、どういういかように生きてもいいんだというようなことを僕はやっぱりアメリカに来て肌感覚的にこう感じるよね。だってそういう風に生きてる人が周りにたくさんいるから。日本の頃はやっぱりあんまりそういう人との出会いがなかったから、だいたい同じような感覚で同じような安定を求めるという生き方の人が多いからね、そういう意味で言ったら僕はやっぱりなんか全く違う生き方、全く自分が生きたいように生きていいんだというようなことを教えてもらったし、自分自身になんか問うようなきっかけを与えてもらった気がするよね。お前の人生本当にそれでいいんかとね、生き生きと本当に自分だけの人生をそれで生きてると言えるのかと、そういうことはねやっぱり考えるようになりましたよ。じゃあ今考えてる中で、次何してみたいとか思うところって何かあります？それはね、一つはやっぱり僕はねこうやって YouTube を始めたのは自分がやりたいことがある程度はっきり見えてきたから、要するに発信したいね、そういうことをね、自分がいただいたこの人生で出会えたこと、そしてそれが
本当に素晴らしいことであり、自分の人生はこのねナマンダブのね教えというかね、そういうものに出会わせてもらうためのものだったと、もう今はすでにそう思えてるようなものに出会ったわけだから、それはやっぱり発信していきたいですよ。自分のような心持ちで生きていってほしいもん。別に自画自賛するわけじゃないけど、大きなやっぱり安心感というかね、あるんですよね。やっぱりすごくみんな不安でしょ、この人生。特にこんな世の中さ、コロナでね、コロナ禍があり、そしてコロナ禍が終わりで、今なんというか価値観というかさ、こういう風に生きたら人生大丈夫ですよっていうのが何にもない、保証もされてないような、要するに非常に不安定な中で人生を生きていかないといけないわけでしょ、一人一人の人間が。やっぱりそういう中でやっぱりこういうね、信仰心というか宗教心に基づいた大きな問い、それを持って、それに対しての本当の意味での真理からの答えを得たということは、これは大きな安心につながることですよね。人生の全く違う感覚よね。その世俗を超えたところに自分の安心の根源があったんだというふうに受け止められたということは、これはね、なんというか想像を絶する世界と言ってもいいよね、ある意味ね。ちょっと矛盾を感じるようなんですけど、さっき日本人は安定を求めてるみたいな話があって、その中で仏教ナマベダ仏の世界は別の安定を与えてくる。そうだね、別の安定だよね。本当次元がちょっと違う安定というか安心感というかさ、だってその死というものが最終的に生きてたらさ、その生きてるうちはいろんな楽しいこととかいろんな充実感とかあるけど、もう死んでいくってなったのもそれはもう仕方がないから、死後どっかいいところに行く、天国に行って見守っていてくださいとか、そういう死生観っていうのはあるんだけどさ、仏法で説かれているこの死生観というのはね、要するに死んだらね、お前のようなものが仏になるんだぞというのを聞かせてもらうわけですよ。その仏になるということはどういうことかといったら、要するに苦しんでる存在、あらゆる衆生、ね、そういうものを自分自身が救いに行けるような、そういう次元のから世界を見れる、そしてそういう力を得るような存在になるということだよね。じゃあ見てる視点が違うというか、日本人と見てると今ここの視点からその安定を見ているっていうのと、仏教でいうと死後の世界というか、そうだねやっぱりね、その仏教はやっぱり真理が説かれてるんだけど、その仏教の視点で見るとね、その人間はね、やっぱり自分が今生きてて、この自分という存在が死んだらそれが命の終わりでしょ。生まれた時が自分の命の始まりで、自分の死というものが自分の命の終わり。そのようななんていうか単一的なものでしか命というものをどうしても捉えられないじゃない。でも仏教を聞いていくと、命というものはそういうものじゃないとね、始まりもね終わりもないんだとね、やっぱりこの輪廻というようなものが説かれてるわけだから、今はたまたまこの存在として何か縁が重なり合ってこのような状態で生かさせてもらってるけど、縁が尽きていけばやっぱりそれが死というものとともになんていうか分離していって、そしてでまた新たな自分のその蒔いた種、自分の作った業によって次は自分がどういう世界に生まれてくるかというのが決まってくる。そういうところをね、ぐるぐると永遠に、要するにこの我々というものはもう抜けられないとね、そういう世界に生きてるね、そういうのが真理だというふうに言うのを聞かせてもらってるわけだからさ、そこからやっぱり抜けるということがやっぱり大きなイシューだということに気づかせてもらえるんだよね、仏教を聞くことで。
わかるね。じゃん。一旦じゃあこの辺で一旦こういう話を我々ね飲みに行ったらアメリカですけど、アメリカといえどこういう話を、これ大事な話ですからね。我々の YouTube チャンネルの名前も、ラガマフィン念仏者東野玉と一般人山氏山の大事な話となってるわけですよ。だから僕はね、常にどういう相手とも大事な話をしたいと思ってますよね。大事な話以外のね話はね、楽しい話も水のようにこう消えて忘れて、でもその時はなんか知らんけどみんなで腹を抱えて笑ったなというような話はね、素晴らしい話そういう話はねいくらでもしたいけど、そういうのじゃない話はね、はっきり言って大事なことではない。本当に大事な話というのはやっぱこの真理の話だから、そういう話はしますよ。でもやっぱり人間としてね、豊かに生きる瞬間瞬間を豊かに感じながら楽しむということで言えば、何の内容もないようなことを盛り上がれるような仲間、そういう人が一人でも二人でも人生でいるか、そういう仲間を作れるかというのがやっぱり大事なことだからね。人間そういうことがやっぱりね本当に大事ですよね。これぐらいにしておきましょうか。これはね大事なことを今言ってたんで、もう一回言いますけど、やっぱりね人間生きてたらこう人生ね、その悔いが残らない人生とかね、その自分の人生を生き切るというかね、自分だけの人生ね、その豊かにもう全くこの人生素晴らしいものであったとね、そういうふうにそういう人生を送れるかどうかね、後悔ない人生、死ぬ時にいい人生だったなと言えるかどうかがやっぱり大事なことだと思うじゃないですか。人生でね、そういう人生を送れるかどうかが人間の人生のやっぱりその価値というかね、そういうふうに言える人生だったら素晴らしいものだと思うんだけど、我々念仏者はねそんなのね全く関係ない。はっきり言ってその自分の人生の出来栄えなんかねどうでもいいんだよ。どうでもいい。そんなことは、そんなの結局自分の煩悩とか自分の執着心をいかに満たしたかというだけのそういう話であってさ、そういうことじゃないんだよね。本当に人生で大事なことというのは何かといったらね、この人間というこういう縁を得たんだよ我々はね。その中で要するにね、自分が個人的にその人生いい人生だったなと、後悔ない人生だったなと言えるかどうかとか、そんなことを問題にしてるんじゃないよ我々はね。やっぱりねこの生死というね、生きる死ぬ、そして死んでいくというそういうものを超えていけるようなものに出会ったかということだよ。その世俗を超えたものに出会ったかね、そういう大きな真理からの呼びかけを聞いたかということですよ。一番大事なのはそれ以外のことはね全部世俗的なことなんだよね。もう自分の要するに自分の欲求、自分の欲望をただどれぐらい満たしたかというだけのファクターであって、その生死を超えるかどうかというその大きな問いに答え得ないんだね、そういうものでは。でも我々がこう出会わせていただいたこの何万ダブというものはね、このやっぱりこれによって人間がね、凡夫がやっぱりこう生死を超えていける、そういう答えですよね。本当の人間の根源的な問いに対しての答えをあなたはこの人生で得ることができたのかと、それが一番大事なことだと言うんですよね。どう思います？